おはようございます。ケンです。今日は最近のテスラのニュースをまとめて追っている方でも、おそらく点でしか把握していないであろう動きについてお話をしていきます。実はここ数日、テスラの周囲で小さなニュースがいくつも同時に出ています。単体で見るとただのアップデートに見えますが、僕はこれらを全てまとめると、テスラが次のステージに向けて静かに動き出したという大きなサインだと感じています。コロンビア市場進出を匂わせる意味深な映像、カープレイ対応の検討、元 AI 責任者のカーパシーさんが驚いた FST ハードウェア4の進化、長距離航続距離のモデル Y プラス、中国の販売動向、そして個人投資家の売りで揺れたテスラ株。これらが実は一つの流れとしてつながっていきます。今日はその全体像を僕の視点で紐解いていこうかなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。では、まずは簡単に昨日1日の主なニュース、これを整理していきます。テスラはまず中国市場で高速距離821キロの新型モデル Y プラスを発表しました。バッテリーは LG 製の 78.4kWh で CLTC 基準とはいえ510マイルで821キロです。中国の競争が激しい中で、それでも納期が伸びるほど反応がいいという報道もあっています。次にテスラは南米コロンビアを示唆するような暗号的で意味深な動画を公式 X アカウントに投稿しました。その直後、現地向けの求人も複数確認されていて、単なる話題作りではなく、かなり本格的な市場参入の準備段階に入っています。そしてもう一つ大きかったのが、元テスラの AI ディレクターであるアンドレイ・カーパシーさんが自分のモデル X で試した FST のハードウェア4をマグレム列車のポットのようだったと絶賛したことです。交差点の認識への停車、バスの追い越しまで完璧だったと述べていて、以前のハードウェア3と比較しても大きな差、これを感じたとのことです。さらにテスラがついに Apple CarPlay の統合を検討しているという報道も出ました。今まで断固としてスマホ投影を拒否してきたテスラが、ここに来て方針を変えつつあります。そして最後に個人投資家の売り圧が強まり、テスラ株が下落したというニュース。特に小売投資家の比率が高いテスラ株では、こういった心理的な動きが短期の株価に直結しやすい状況があります。これらが今、ほぼ同じタイミングで起きています。では、ここからは僕の分析に入っていきますけれども、まず最初に結論から言うと、テスラは今、静かな変革フェーズに入っています。派手な新製品の発表はないものの、水面下で次のステージに向けた準備が同時多発的に進んでいる印象があります。では、これらの動きが具体的にどのように未来へつながっていくのか、こちらについて見ていきます。まず一つ目。カープレイの検討はユーザー体験の大きな転換点です。これまでテスラは自前主義を貫いてきました。スマホ投影システムを入れると UI や UX がメーカーのものではなく Apple や Google に握られるからです。しかし、モデル Y の販売が世界的に横ばいになってきているタイミングで、テスラはついに一部のユーザー層を取り込む方向へ舵を切りました。これはつまり、テスラの車は欲しいんだけれども、カープレイがないから買わないという層への明確な回答です。実際ある調査では、新車購入者の 85% がカープレイや Android Auto の有無を重視しているというデータもあるため、合理的な判断と言えます。そして2つ目、コロンビアの進出の伏線は車だけの話ではありません。テスラが海外進出をするとき、必ずエネルギー事業とセットで動きます。南米は送電網が弱く、停電が多い地域もあり、メガパック、パワーウォールの需要が極めて高い可能性があります。求人内容を見る限り、これは単なる販売店のオープンではなく、エネルギーと車のセット展開の準備と考える方が自然じゃないかなと思います。そして3つ目、FST の進化はロボタクシー前夜の静かなシグナルです。カーパシーさんは技術者の中でも極端に冷静なタイプの人のようです。彼が驚いたというのは滅多にありません。そのカーパシーさんがマグレブ列車のようだと表現したのは、単なる性能の向上ではなく、動作の一貫性と信頼性が上がってきたという意味だと僕は呼びます。この操作の一貫性こそロボタクシーに最も必要な条件です。まだ法規制の問題は残っていますが、技術的には次のステップに入りつつ印象があります。そして4つ目、
株価が揺れているのは、テスラがストーリーの転換期に入っているからです。個人投資家が多い銘柄はニュースがなくなると秋によって一時的に売りが出やすくもなります。しかしテスラの場合は内部での変化が起きているタイミングと重なり、外から見ると情報と内部の動きのギャップが大きくなっている状態です。これは過去のテスラの中でも何度も見られてきた典型的なパターンです。ここまでが今日の内容の整理になってきますけれども、問題はこの先どうなるのかということになります。ではここからは未来への示唆、こちらについて見ていきたいなと思います。まずカープレイの導入の検討は、テスラが外部のエコシステムの共存へ一歩踏み出すことを意味します。これは EV メーカーとしての戦いからソフトウェア企業としての戦いに軸足を移しつつあるサインです。次に南米への進出はエネルギー事業の拡大フェーズに突入する可能性を示しています。テスラの真の長期戦略はエネルギー起業家とも言われていますけれども、まさにその根を広げる段階です。さらに FST の進化はロボタクシーの社会実装に向けたラストスパートと言っていいでしょう。特にハードウェア4が安定し始めたということは、今後の展開を大きく加速させる可能性があります。そしてモデル Y プラス、これはテスラが今後も中国市場を重要視するという意思表示とも取れます。これらが全て同時に進んでいるのが今のテスラです。では最後に今日の内容をまとめてみたいと思いますけれども、今テスラは派手なニュースが少ない一方で内部の動きが非常に活発な時期に入っています。カープレイ、南米、FST、エネルギー、モデル Y プラス、株価の動向、どれも小さなニュースに見えますが、全てが未来の大きな動きへとつながっています。僕は2026年から2027年にかけてテスラのロボタクシー戦略、そしてエネルギー事業が大きく動いていくんじゃないかなと思いますけれども、皆さんこのあたりどう思いますか？カープレイの導入はテスラの価値を高めていくと思います。そして南米の進出は車とエネルギー両方とも行くんじゃないかなと思います。FST の進化はどのタイミングで普通の社会の皆さんが認知するように浸透していくのか、これらがいつ起きるかでテスラの成長の加速、これが変わってくるんじゃないかなと思いますけれども、皆さんこのあたりどう思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。では本日のコメントを紹介します。本日は樋口さんのコメントです。スペース X 社と Apple が提携し、次世代 iPhone がスターリンクの新しい大型通信衛星 V3 と直接通信するらしい。全世界で使える電波の通信帯域は買収済みで、あとは各国の通信行政当局の認可ですねというコメントです。ありがとうございます。樋口さんはいつもね、いろいろな情報をコメントで書いてくださっています。本当いつもありがとうございます。そしてこれはまた面白くなりそうな展開じゃないかなと思いますけれども、今日の内容といい、Apple と何かあったのかなって思っちゃいますけれども、またこちらも新しい情報があれば紹介をしていきたいと思います。はい。ではテスラの株価を最後にチェックしておきましょう。今日はですね、大きく下げて400ドルを割れておりまして、この資料を作っている段階で398ドルとなっております。こちらは今日の内容の中の小売投資家の売りというニュースと、今日の内容では紹介しませんでしたが、パワーウォールにリコールが入ったというニュースがありました。その影響などがあるようです。久しぶりに400ドルを切りましたけれども、皆さんここはね、全く悲観する必要はありません。これはね、買い場が来たというサインじゃないかなと僕は思いますけれども、このあたり皆さんどう考えますか？ぜひね、コメントで教えてほしいなと思います。はい。ではね、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。さて、今中古の取り扱いをしていますが、この中古テスラで今のサービスは続けるんですが、それにプラスしてボクシブと協力してやっていくことになりました。ボクシブの場合はバッテリーの状態もわかりますし、写真などもたくさん撮っているので、車の状態がわかりやすいです。ただ、欠点としては数がそんなにないというのがあります。一方で僕はテスラの情報、オークションでの情報をお渡ししています。こちらは在庫として持っていませんけれども、数はそこそこあります。なので僕のところか、ボクシブで
中古のテスラを買われるのがいいんじゃないかなと思います。また、関東在住の方の限定とはなってしまいますけれども、ご自身のテスラを売って新しいテスラを買おうかなと思われている方、そんな方はボクシブライトニングで車を売られてみてはどうでしょうか。ボクシブの中古売買に関して詳細は概要欄に記載しています。また僕自身来週東京の方に行きまして、ボクシブの取材もしてこようかなと思っていますので、こういったことを聞いてほしいとか、ライトニングはこういったことどうなのとか、そういったことがあれば、そちらもまたコメントもしくは LINE の方で聞いてみてください。はい。ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。